今回は秘宝、乃木坂の派遣争い勃発、朝ドラ山下美月 vs 大河ドラマ久保しおりに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。絶対エースアスカが旅立ち、いよいよ最終決戦が始まる。新車よだわ。お互いの意地とプライドをかけたガチンコ対決。上がいなくなって二人ともギラギラ感が増してきたね。よだ、高みの見物。低みの見物やろ。派遣争いって、どう見ても水木の勝ちやん。いろはちゃんありがとねー。インスタグラムフォロワー数、山下美月 93.2 万人、久保しおり 35.1 万人。開始時期に鑑みても勝敗は歴然。久保ちゃん最近になって加速してるのよ。僕は歌詞がクソなだけで乃木坂屈指の名曲。30セカンドで久保が単独センターになれば大逆転勝利。残念ながら運営の考えるアスカ卒業後の乃木坂のエースはさくちゃんかカッキーなんだよね。久保ちゃんの方が歌もダンスも演技もスタイルも上だから今年は久保優位だろね。センターの可能性もあるし。久保ちゃんってインスタ投稿めちゃ増えたよな。やっぱ外営業にはフォロワー数とか大事よな。 C 社は性欲に屈するような弱い子はダメ。山下はただの主人公の幼馴染。久保ちゃんは信長の長女で徳川家に嫁ぐ超重要人物。現実的なこと言ってとどめさせていい？今後の乃木坂は井上凪だよね。どう見ても。両者早く。水木は記憶に残る役だけど、久保ちゃんのはそんなでもないと思う。にゃんにゃんしおりんだろ。大河のパネル展みたいなのニュースでやってたけど久保ちゃん大河の主要人物にいなかった。さすがにエピソードがなさすぎる。今回は大河に出たって実績作りで十分。その二人がタッグを組むんだろうが。二人とも NHK のドラマ内ではアンダーさんじゃん。実質真夏さんリスペクト軍団の幕開けだな。超絶負けず嫌いな久保が大河ゲットでようやく水木をかもるとこまで来たから最近はオタ放置で業界向けアピールを強めてるらしい。鎌倉殿に出た若手女優堀田真由や福地桃子ぐらいの出番があるといいんだけどね。南沙羅は数回だったかな印象には残る役だったけど。そいつら知らない。鶴田真由？菊池桃子？南沙織？二人とも乃木坂活動の中盤過ぎてラストスパートに入ってる。どっちにしろ大エース井上凪までの中継ぎエース。井上はスタイルに味噌がついてる。本業のライブで生えないで活躍できようか。スタタンライブ配信で見ただけど十分輝いていたと思うけどな。遠藤や富里神奈川みたいなスタイルお化けと比べるとあれだけど。肝心の本人たちはどう思っているんだよ。外野が勝手に騒いでいるだけだろ。久保はライブ映えするメンバーの一人。今のフロントはかつての乃木坂感がない。大河でブレイクした女優っていたのかな？全く記憶にない。知名度が増したのは石原さとみ堀北真希とか？漢字やしほりは、風林火山で序盤の数回出ただけでかなり話題になった記憶が。その後朝ドラ出てなかったっけ？どっちも早くじゃないだけに微妙だな。一応格上なのは朝ドラなのかな。共演者見たらしおりの圧勝だった。二人で一緒に上がっていけたら嬉しいな。昨日の録画はまだ見れてないけど舞い上がれお父さん亡くなったのか。ちょっとショック、工場がうまくいってなかったし。久保はセブンティーンを全く活かせなかったのもったいないよな。本人服に興味ないのに送り込んだ運営は何を思って選んだんだろうか。いや久保はセブンティーンのエース格にまでなったよ。セブンティーン動画の再生数は最上位だし。それは本来の読者層じゃなくて、オタクたちのおかげでしょうが。小豚の大群に襲われるエロ動画のおかげ。山下は準主役だもんな。3期の派遣イコール乃木坂の派遣じゃないから。もう4期に軽々と超えられてる。まあ朝ドラすでにこけてるけど久保の出番も少なくて痛み分け。もう水木が指名されたろ。写真集20万売って資格持ってるし。同じ資格持ちだけどヨダチョは下げたんだろね。週刊誌は意図的なもの。実績は山下実力はしおり。
あとは運営がどっちを押すかだけど多分どっちも押されないで4期のターンだよ。4期は遠藤か岸か押す気ないんだからそんなものもう終わってるぞ。ヒント、筒谷やめ、早川聖羅。4期は神奈川じゃないのもう1人とすれば。2人とも事務所が押す推ないって段階ではないんではないかな。山下は山本美月は超えたな。ジジババコンテンツ。大河とか朝ドラは置いといて、久保ちゃんはこの年で外ドラマ主演、外映画主演、外舞台主演の全部を成し遂げてるからな。水木は舞台や歌うことが苦手と公言してるし、そういう意味で女優としてフルスペックではないんだよね。それってあなたが勝手に作ったくくりですよね。羽吹ブストガチャハブスが覇権争いか。乃木かすらしいな。バラエティ力は山下のが上だけどな。だからなぜ久保氏が未だに2列目なのか理解できなくて、そうなるともう顔しかないじゃんってなる。スタイルも上だし。久保がフロントだとダンス上手いから悪目立ちするし、次期センター傾向と勘違いされるとファン減るからな。後輩は山下に近づきにくいやろな。あれヨダちゃんどこ？何を血迷ったか自滅の道を選んだらしい。久保でトリックをリメイクしてほしい。だから久保さんは写真集を出してない20万売ってない資格がない指名は終わってる。なんで久保さんは写真集を出せないか？早く出してスレを立てるといいよ梅さえとっくなのに。2人をライバルと思ってるのは一部の久保を頼み。ヨダは写真20万売って後継者の資格があった。でも運営は山下を選んだ本人も最低でも2、3年は責任する受けた。ヨダには下がってほしい序列はつけときたい。意図的に週刊誌に出した止めなかったかな？自分は疑ってる。たわいもないことだしヨダもまだ続ければいいよ。久保ちゃんは写真集出したい気持ちはあるけどヨダちゃんや水木に明確に数字で差をつけられるのが嫌なんかな。脱ぎ仕事を一切せずに大河ドラマ女優って最高の勝ち組だよな。久保を山下の双璧にしようとするの。菅原小田川崎小田がなんとかして井上とツートップにしようとしてるのに似てるな。現役のテレビの演技仕事だと双璧だから仕方なくね。そもそも山下がこのグループで本気でライバルと思ってるの久保だけでしょ。プリンシパル以来ずっとそう。アスカとか明らかに自分のライバルにはなり得ないって接し方してたしな。ライバルは同じく写真集を20万売ってるヨダと4期の2人だったけど指名は済んだ。だからなんで久保さんは写真集を出せない？すれ立てて議論してください。ヨダも4期の2人も山下は隠したとしか思ってないよ。言動見てりゃわかるでしょ。子供扱いしてるじゃん。運営はいきなり4期に渡すのも少しは考えてた思うけど事情はわからないけどヨダは外してた。運営は週刊誌わざと止めない意図的に出した下げたんだろ自分は思ってる。ダッチョアイドル資質的には超ハイレベだよね。作中の書かれ方次第だが久保ちゃんがヘイトを集める可能性があるからちょっと不安。それはそれで美味しい嫁姑問題は受ける。今まで乃木坂見てて外仕事したことそのものでグループ内での扱い変わるってあんまりない気がする。それで人気出たり色々あったら扱い変わることはあるけど。脚本家さんが頑張って癖があって印象的だけど嫌われないような書き方を久保の役にしてくれてそれが評判になればグループ内でも扱い変わるかもしれないがそこまでのことは起きないだろうな。久保と書き書きなら雑魚面でしょ？乃木オタは水木を応援するしかない。一押しでなくてもいいよ。グループが下がったら元も子もないしマイアン同格とみなして応援すべき。去年は4期の2人も試した写真は20万くらい売った資格はあるけど到底まだ無理もわかった。運営は山下に乃木を任せた指名は済んでる。色白は七難隠すとはまさに久保のためにある言葉。山下は可愛いけど顔でかいから一般受けしない。井上が成長するまでのつなぎ。かわいそうだけど久保が運営にハマってないからだろ。結論出てる。なんで久保さんは写真集を出せないか？自分はよくわからない。アイドル人気には資質が劣るのかも。むしろ卒業してからタレントとして成功の可能性はある。深川も写真は最後になった同じタイプかな思ってるよ。まさに先民勝ち馬意識丸出しの乃木かすここにありと言わんばかりのクソスレだな。
どうして推しを称えるために他面を叩くのか相変わらず理解に苦しむわ。全然に久保さん叩く気はないがアイドル人気には資質が劣るのかな思ってるだけ。でも卒業後はタレントで伸びるかも。今の深川と白石どっちがタレント力が上かわからないくらいだよね。運営は山下を後継に選んだ、乃木オタは水木を必ず応援すべきとは思うよ。嫌なら他グループに移る。山下は加入前にレプロに所属して舞台など芸能活動の経験あるので芸能分野は当然上。久保は素人で加入して大河まで行った。映画音楽は素晴らしいに単独出演し山下は生歌単独代表の経験はない。それらの視点においては自力で様々なスキルを身につけてきた久保の方が能力的には上なのかも。3期は卒業に片足突っ込んでる状態だから運営もあんまり押されないだろうな。アスカちゃんがそうだったし。にしてもヨダはもったいないことしたとは思うけどどっかのネット記事でも、もうヨダはエロ路線に振り切れば山下に余裕で勝てるんじゃねって記事あって確かにと思ったわ。加入前から芸能活動のある山下の方が経験上芸能面で有利だけど山下もすごいし自力でスキル磨いて副陣常連やってる久保もすごいわな。現役で朝ドラと大河、しかも同期から揃って NHK2 大看板のドラマ出演は想像以上にすごいこと。二人とも誇らしいわ。これじゃあ他グルオタも嫉妬から棍棒対立煽りに走るのも無理ないなう。というか朝ドラ大河女優はもう頭3つ4つ抜け出してしまって波の煽りじゃ効かないわな。久保がすごいのは、生田とか山下みたいに加入前に芸能活動経験のあるセミプロでもなかったくせに、乃木坂No.1スキル面と言われてることだろう。久保ってめちゃくちゃ老け顔なのに謎に人気なのは、初期の儚げな雰囲気を引きずってるやつが多いからかな。確かに初期は可愛かったかもしれない。でも今はおばさん一直線じゃん。しかも野球にこびこびで野球選手と結婚する気満々だし。きついとかは老け顔だけど久保は今が過去最高でしょ。こういう顔は加齢とともにどんどん美人化する。一度好きになったものを否定するのは過去の自分を否定することになるから認めない人が多いのよ。劣化しまくった白石も未だに昔のイメージで美人っていうやつ多いし遠藤も初期は可愛かったけど今や頬骨と顎が発達しまくっても初期のイメージでみんな可愛いと思い込んでる。また自分自身も老化していくんだから次々に若い子に行くより変わるのを受け入れられるのが本来の正しさなのかもしれないが。女優としての久保は個性的でいい顔だと思うよ。演技も上手いと思うし声もいいしね。ただアイドルグループのセンターって顔ではない。まあ女優顔だよね久保は。というか山下もどちらかといえば女優顔だけど二人とも目が大きくて目力があるから。しおりに限らず3期生は年の割にむちゃくちゃ老けてる。ヨダちゃんでさえ目尻の小じわがひどい。なんでなん夜遊び現金やで。スタイルや顔でどうこう言ったら久保下よりも人気は全然低いけどスタイルと顔がいいって言われてるアンダーメンバーたちが常時フロントやセンターやってないと辻褄合わないな。頑張って挑発考えてきた割には矛盾してるぞ。その二人のアンチは辻褄合わないで有名だしね。久保に一回センターやらせてみればいいと思うけどな。能力は文句なしだしセンターやらせたら顔も変わってくるんじゃないかとも思う。無風でスマッチ。能力はあるんだからフロント面と同等レベルの人気あればセンターやらせるでしょ。やらないならそこには必ず理由があるはず。例えば人気が足りないとか3期にもう新センターはいらないと考えてるとか。人気が足りないか。4期加入以前から圧倒的な人気を誇るヨダがずっと単独センターできないでいるのも何か理由があるわけか。できればその辺辻褄合うように説明してほしい。死を入れるの忘れてたけど久保の話だから。ヨダの場合は能力足りてるかどうかからが議論始めないといけない。久保田でも久保をセンターにしてはいけないのはわかってる。村内プラスアルファでは抜群に評判いいけど、カッキーみたいに村外からオタをごっそりかき集めてくる力量は残念ながらない。だからワイ的には次のフロント真ん中はカキ井上遠藤でいいと思ってる。加入以来ほぼ全て2時間倍で400部突破してて今までフロント1回。よほど歌やダンスが下手ならともかく、むしろトップクラス。
よほど外仕事ないならともかく、映画ドラマ舞台すべてで主演してて大河女優。こんな不遇なメンバー今までいたか？全く同感だよ。だから原因は顔しかないという結論になる。だからそうなるとなんで梅が2列目真ん中ポジなんだってなるだろ？ちゃんちゃらおかしいだろ？以上、秘宝、乃木坂の派遣争い勃発朝ドラ山下美月 VS 大河ドラマ久保しおりに対するオタたちの反応でした。この二人争わせてるのってこの掲示板だけじゃない？ライバル意識とかあるのかな？よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。